見てください。すっごい綺麗になりました。しかも、壁紙と同じ色のペンキを買ってきて、上から塗っただけなので、そんなに大変じゃなくて、意外とサクッと塗ったんですけど、すごい綺麗になって嬉しい。あともう少しでこの物件に入居して2年経とうとしていますが、ずっと放置していたこちらの壁すごい綺麗になって、なんか壁が真っ白だと部屋が明るい感じになりますね。ではこの養生を外していきたいと思います。
で、壁がきれいになったので、ここから何をしたいかというと、あと2週間ぐらいでこの照明の下のところに作業台を設置する予定です。なのでこの食器棚をこちらの壁側に移動します。壁際につけるように移動して、なのでこの中身を全部取り出さないとちょっと移動ができないんで、まずこの食器を全部外に出して中を掃除して壁際に持ってきます。で、ここにあるキャビネット、こちらのキャビネットをこのエアコンの下のスペース、こちらに移動したいと思います。そのためにね、もう移動の前にこの壁をきれいにしたいなと思って先にペンキを塗りました。ということで早速作業していきたいと思います。Cause kisses and heartbeats don't know how to lie. They're watered with tears and bloom in the night. Kisses and heartbeats don't know how to lie. And how to lie, and how to lie, and how to lie, oh no. How to lie, and how to lie, oh no. And how to lie, and how to lie, oh no.
One more note, one more breath, one more go is all I get this time around. One more night to sing a song, see the light, dance along an empty floor I've come to know quite well. とりあえずあまり考えずに、もともと入っていた感じで一旦入れてみたんですけど、こう棚がこう反転してるので、もともとこっちがキッチン寄りで、こっちが窓寄りに配置されてたんですね。この辺が飲み物セットみたいな感じになっているので、これをキッチン寄りの方に移動して、この本は窓側の方に移動して、ここを入れ替えたいと思います。で、この食器たちも一応こう重なった時に色味とかが美しく見えるようにっていうのを考えて、もちろん皿のサイズ感とかもあるんですけど、こう重なった時の色味が美しいように考えてセットにしています。この辺も緑と青のコントラストで黒が入ってたりで、全体を見てみてもここに黄色のお鍋があって、で同じようなマスタードイエローのこのレモンの搾り器を配置することで色のバランスをとってるという感じです。あとここにムーミンマグがあるので、これもちょっと左側の方に移動しようかなというふうに思います。では早速ちょっと微調整をしていきたいと思います。あと本に関しては、一応ちょっと蜷川明さんの今日のまかないとか、土岐よしみさんのだからキッチンが好きなんだとか、ちょっとお料理系のものもあるんですが、それ以外でもここの色味が合うものをチョイスしてここに並べてます。ちょっとブルー系というか、ブルーとかグレーとかそんな感じで、あとちょっと緑っぽい、そういう背拍子が合うものを選んでここに置いてます。あとは、背拍子が結構ごちゃごちゃしているようなものは、可愛い包装紙で背拍子をつけて、こんな感じで色味が揃うように気をつけてチョイスしたものを並べてます。じゃあ次はここの棚の上に雑貨を並べていきたいと思います。壁際に寄せたことで雑貨を思う存分並べられるようになったので楽しんでいきたいと思います。The birds fly south as the light leaves your eyes. Hold on to your dream. Oh, I know you wanna scream. Since the day you're born, you're just a flower on your own, waiting for the sun to blossom, hoping to break through the storm.
今回こんな感じで雑貨を並べてみました。動画見てくださった方、すごいサクサクと雑貨の場所を決めていくなっていう風に思われたかもしれないんですけど、実は一旦この配置は決めてから撮影用でもう一回並べ直したっていう感じなので、実際にはあれこれいろいろ試してみて、今回決めた配置がこんな感じ。並べ方のコツとしては、色味を揃えるっていうのは結構大事にしていて、基本的にはこの棚が青なので、それに合うような青いものとか緑のものとかが配置されてるんですけど、そのなんかアクセントカラーみたいな感じで、ちょっと黄色っぽいというかオレンジっぽい色、ムーミンのチョコレートの空き箱がオレンジですけど、これだったり、あとこの辺にもちょっと黄色が入った照明だったりとか、ゴールドのオブジェ、女の子の髪がオレンジっぽい色が入ってて、いただいたポストカード、あとこれですね、これが大きいお皿なんですけど、オーバルのこういう主役になるようなものをボンって置くことで、割と物の配置が決めやすくなったりします。リサ・ラーソンのライオンと鳥、あと猫で、これがリサ・ラーソンさんの本になるんですけど、作品と一緒に置いて、表紙も緑色なので色味も合うなと思ってここに置いてみました。それからこういうトレイを使ったりとか、こんな感じで下に置くとなんか物がまとまって見えるっていうことがあるので、こっちもそうなんですけど、こうただ置くだけよりちょっと印象的なイメージを作ることができます。こっちの方にも色味を揃える感じで、これは以前自分で作った刺繍なんですけど、これもちょっと黄色とオレンジが入っていて、色味がすごくちょうどよく合う感じ。こういう棚の雑貨に限らず、机の上とかでも1個トレイを置いて、そこの上に文房具を並べたりするだけでもごちゃごちゃ感が解消されるので、簡単に整った雰囲気を出せる裏技なので、ぜひやってみてください。で、食器棚をここに移動したことで、こちらに空間ができました。すごい広く感じます。でもここに作業台を置く予定なので、作業台が入ったら結構狭く感じるかもしれないんですけど、でも作業台はこのテーブルよりはちょっと高さはあるんですけど、この食器棚よりは高さが結構低いので、そこまで圧迫感はないかなっていうふうに思うんですけど、実際届いてからどんな感じになるのか、また動画撮っていきたいと思うので楽しみにしていてください。で、この食器棚の下の方が開いてると思うんですけど、これ何が入ってたかというと、結構ね、手芸関係のものとか裁縫箱とか、あと布だったり刺繍糸とか、そういうものを置いてたんですよ。で、今回そういった手芸関係のものは以前購入したこちらの棚に集約しようかなと思っていて、この辺にちょっとごちゃごちゃっと置いてあるんですけど、アイロンだったりとか、あと裁縫箱とか布とかですね、手芸関係のものをこちらの棚に収納していきたいと思います。
まずこちらの上の棚のところは飾り棚になっているので、見せる収納として使っていきたいと思います。で、こちらの下の棚は扉があるので、あまり見せたくないものを入れるというか、今入ってるものはミシンとかそういうものが入っているんですけど、ここにアイロンとか、あんまり飾る収納にはならないなみたいなものを入れていきたいと思います。棚の中身を出したら、すごいことになりました。じゃあ、ここからちょっと物を仕分けして、収納していきたいと思います。布物がとにかく多いんですよね。大きめのカゴに入れていきたいと思います。こちらの上の段にもともと持ってたこのプラスチックのボックスがちょうど2つ並べてぴったり入るっていうことが分かったので、これに細々したものを入れてここに収納していきたいと思います。雑貨を新たに並べ替えたり、今回は家具の位置も変えたので結構気分が違います。それからこの壁も綺麗になって嬉しいです。本棚もここの方が結構しっくりくるかなっていうふうに思って、この配置結構気に入ってます。もともと食器棚の下の方に置いてたソーイングセットとか、あと生地はこちらのカゴの中に入れて、この棚もこんな感じになりました。見えていても可愛く見えるようにコーディネートしました。で、引き出しの中は
これは染色の材料、母からもらった染色の材料とか、あとは陶芸用の道具だったり、あとペンキの残りとか、養生で使うテープとか、絵の具関係、ここは刺繍糸、容器が6個入ってます。はぎれだったり糸とか、ごちゃごちゃしたものはここに全部入れて、ちょうどいいサイズで収納できました。実際作業台が届くまであと2週間ぐらいあるので、ここはすごい広々した感じになってるんですけど、しばらくこれで楽しみたいと思います。で、なんで作業台買ったかというと、この間オーブンを購入して、それを使っていろいろ今後ちょっと焼き菓子とか、あとシナモンロールとか作りたいんですよね。で、そういった関係のものも今後増えていくかもしれないので、もし物が増えた時にはこちらの空きスペースに格納したいと思います。それに合わせてキッチンの方もちょっと収納を見直そうと思っているので、そちらも今後動画にしていけたらというふうに思ってますので、ぜひ気になる方はチャンネル登録お願いします。今日も最後まで見てくださりありがとうございました。旅倉でした。